エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は新しくなったダイソーのイラストマーカー第5弾を全色レビューします。前回よりも筆が丈夫になってかなり描きやすくなっているようなので、実際にお絵描きして今までのマーカーと比べてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。ダイソーのイラストマーカーの新色が出るのは5回目なのですが、ペンの見た目が今までの黒から白にリニューアルされて、印字もフルエントリーからイラストレーションマーカーに変わっています。個人的には白の方が可愛くて好きです。私が買った時は今までの黒いペンも一緒に売られていて、徐々に白いペンに置き換わっているようでした。今までのペンと色名が被っているものもあるので、後ほど比較してみます。あと前回から筆タイプに変わったペン先が今回のリニューアルでさらに良くなっています。こうして前の筆と比べてみると少し大きくなっているのがわかります。こちらも後ほど書き比べしてみたいと思います。新しいイラストマーカーは全部で24セット47色、そのうち半分がブロードとファイン、もう半分がブロードとブラシになっています。24セット47色な理由はベビーピンクが筆と細字で2本あるからです。正直個人的には全てブラシタイプが良かったです。それぞれの特徴はブロードが広い面積をささっと塗るときに便利で、ペンの向きを変えれば細い線で細かい部分も塗れます。ファインは均一な細い線を描くことができるので細かい部分に、そしてブラシは筆圧の強さで太さを調整できるので髪の毛など人物のイラストが塗りやすいと思います。筆ブラシは筆圧で細い線も太い線も描けて便利なので、個人的には全て筆ブラシが良かったです。ペンの種類についてはパッケージの袋に筆のようにしなるブラシタイププラス塗りやすい幅広タイプ、細い線が引けるペン先タイププラス塗りやすい幅広タイプと書かれています。なので片方の種類だけ欲しい人は買う時に間違えないようご注意ください。あと袋の上部分が筆タイプは白くて細字はグレーになっているので、どこでも見分けられると思います。ペンの形は今までと同じで軸が四角くてキャップには色名が書かれています。ただ今まではファインとブラシの側にグレーのラインがあって文字が隠れていても筆の違いが見分けやすかったのですが、リニューアルされてラインがなくなってしまいました。あとダイソーのイラストマーカーは時々キャップが硬くて開けにくいのですが、新しいのも開けやすいものと開けにくいものが混ざっていました。今回もパソコンで色見本表を作ったので一通り塗ってみました。油性のマーカーはインクがにじみやすいので、コピー用紙などの薄い紙に塗るときは机を汚さないようにいらない紙などを敷いた方がいいです。すごい染みています。色見本を見てみると明るい薄い色が多くて暗い色は少ない印象です。肌に使う色や薄紫や薄い水色も揃っていて人物を塗りやすそうです。第4弾のレビューの時に欲しいと思った色もあって嬉しいです。薄い色が多いので重ね塗りもしやすそうです。第4弾までのマーカーと同じ色名がいくつかあったので全く同じ色なのか見比べるために塗ってみました。17色中6色だけ似た色でしたが、残りは微妙に違う色になっていました。第4弾までのマーカーを持っていて欲しい色だけを買い足そうと思っている人はよかったら参考にしてみてください。次は新しくなった筆ブラシを他の100均マーカーと比べてみます。まず見た目ですが、左からダイソー第4弾、新しいダイソー第5弾、セリアキャンドゥです。キャンドゥのマーカーはダイソーの店舗にも置いていることがあります。比べてみるとダイソー第4弾がひょろっとしていて細いのがよくわかります。筆が細いとボロボロになるのが早い気がするので、新しいダイソーの筆ブラシが前よりも太めで丈夫そうなのは嬉しいです。右3つはほとんど同じ大きさだと思います。次は書き心地の比較ですが、上から新しいダイソーのマーカー、ダイソー第4弾セリアキャンドゥのマーカーです。書いた線を見るとどれも同じような線ですが、書き心地は微妙に違いました。
特にキャンドゥは筆が固めで先の 2mm くらいだけ柔らかいのでペン先を潰したらボロボロになりました。逆にセリアとダイソー第4弾はペン先がふにゃっと柔らかいです。新しいダイソーのマーカーも柔らかいけど第4弾と比べると少ししなっているような気がします。ちなみにコピックの筆は価格が高いだけあって硬さがありつつしなりもあって書きやすいと思います。なのでしっかりした筆タイプのマーカーが欲しくて予算に余裕がある人はコピックかフーフーマーカーの筆タイプもおすすめです。どちらもレビュー動画があるので気になる人は見てみてください。100均マーカーは安いとはいえ47色を揃えるのは大変だと思うので最初に買うといいおすすめの色をいくつか紹介していきます。品番の後ろ4桁の数字を書いておくのでお店で欲しい色を探す時に使ってください。まずは肌に使える色が入っている筆太字のベビーピンクカーマイン。ベビーピンクはピンクとセットになった細字タイプもあるのでどちらか一つあればいいと思います。ベビーピンクよりもさらに薄い肌色には筆太字のパウダーピンクもおすすめです。方にはアプリコットピンクを使いました。ちょっと濃いピンクなのでなじませるのが難しかったです。ベビーピンクとアプリコットピンクの中間くらいの色があったら良かったなと思います。次は影に使えそうなミディアムグレー&ダークグレー、ライトグレー。ブラシタイプなおかげで筆圧で濃淡が出て塗りやすかったです。ミディアムグレーも黒すぎず使いやすいいい色です。肌や服の青みがかった薄い影にはパステルライラック、濃い影にペールラベンダー、ダスティーパープル、白い服などの影にアクアブルー。今回なぜか紫が充実しているのでたくさんありますが最低限にするなら薄い色と濃い色を1本ずつにしてもいいと思います。今回はおすすめの色がセットにならず少し数が多くなってしまったので最初に買うといいおすすめの色をさらに厳選するとベビーピンク筆タイプ、アプリコットピンク、ミディアムグレー&ダークグレー、パステルライラック、ペールラベンダー、アクアブルーの6袋に入っている7色です。ここに塗りたい人物の髪や瞳、服に使う色をお好みで買い足せば OK です。他の色を薄めたりぼかしたりはみ出たインクを消したい人はブレンダーもあると便利だと思います。実際に新しいマーカー47色でイラストを塗ってみましたが筆のブラシが塗りやすくて濃淡をつけやすいところとかうまく描けた気がします。筆ブラシじゃない細字タイプのマーカーを使っていると筆だったらよかったのにってなりました。細字で綺麗に塗るには練習しないと難しいです。こちらの絵のメイキングをゆっくり見たい人は ASMR で撮影したメイキング動画をサブチャンネルに上げる予定なのでよかったらそちらも見てみてください。ということで今回はダイソーのイラストマーカー47色をレビューしてみました。筆ブラシが前のよりも丈夫で塗りやすくなっているし1本あたり55円でコピックと比べるとかなり安いのでアルコールマーカーを試してみたい初心者の人にはおすすめです。もし欲しい色がダイソーの店舗にないときは送料がかかりますがダイソーネットスターでも購入できるのでそちらをチェックしてみてください。動画で使用した47色の色見本表のデータをこの動画の説明欄からダウンロードできるようにしたので家にプリンターがある人はよかったら印刷して使ってください。使う紙によって塗った時の色が微妙に変わるのでイラストを描く時と同じ紙に印刷するのをおすすめします。カラー印刷だと色を塗った時に印刷がにじむことがあるので白黒で印刷してください。このチャンネルではおすすめの画材やお絵描き関連の動画を投稿しています。別の動画でセリやキャンドゥマーカーのレビューやアルコールマーカーにおすすめの紙を紹介した動画もあるのでインクがにじんで綺麗に塗れないとお悩みの人は見てみてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。